どこでもない。全く同じものはどこでもないから、これを見て一回作ってみてください。これやみつきだからずっと食べたくなる、ご飯まで混ぜて食べたくなる味だから、これはすごく美味しいんで。皆さんこんにちは。暑いですね。ずっと変わらず暑い時、ご飯があまり食べたくない時、ここからおすすめする麺ですよね。麺料理。今日はこれはどこでも販売はしておりません。僕が開発しました美味しい韓国式のビビン麺、混ぜそばを韓国式でちょっとアレンジしたものですよね。これは熱々の時、卵黄を入れてとろみ出して食べる麺ですよね。どこでもない。これを見て一回作ってみてください。これやみつきだからずっと食べたくなる、ご飯まで混ぜて食べたくなる味だから、これはすごく美味しいんで、最後までご視聴お願いします。買ってくるのは中華麺だけですよね。生の麺。まずネギ、これは飾りで切りますね。上に乗せるから。こちらの部分はネギの油を取ります。このぐらいカットしてカッティングができたんで、火をつけますね。入れます。ここからは炒めるっていう感じで中火でやります。今日は塩少し。じゃあネギを炒めます。ネギがしなしなになってきたらニンニクを入れます。ニンニクは半分ぐらい火通します。 400g 入れます。ひき肉は牛でも豚でも関係ないです。合いびきでも関係ないです。ここで火は中火ぐらいで1回変更。ひき肉は細かく潰しながら、ここでまずみりん全体的にかけます。で香りを1回出す。中火の香りを。ここからは中火から少し弱火で、ここで少し弱火で、これも1回一緒に和えます。今日のポイント、梨ジュースなんですけど、これない方はリンゴジュースでもいいです。もしリンゴジュースもない方は水でも。弱火でゆっくり混ぜながら火を通せば、少しやばい、これめちゃくちゃ美味しいよ。これで完成ですね。ソースは韓国式のビビン麺のソースになります。これ出来上がったソースは入れて保管してください。これ最後に飾りでのせるニラ、このぐらいですね。あとネギ、ここにお皿に持っときます。じゃもうこれでやることは終わりですね。水が沸いてきてるから、今日買ってきた中華麺が出来上がりました。ざるに水を捨てて、ラーメン屋みたいに水気をしっかり切ってください。しっかり切れました。そこからお皿に盛ります。このソースを作るとき、ごま油1も入ってないですよね。じゃあこの麺に一応ごま油を加えます。このぐらいごま油を和える。ごま油の香りを麺に入れとく。まずさっき作ったソース、これ麺の量に合わせてほしいですけど、僕は今日2玉入れたんで、このぐらいですね。このぐらいのせます。ここでさっき切ったニラ、きれいにネギ、のせます。これで完成ですね。熱々の時食べてほしい。このカルボナラみたいに熱々の時混ぜて食べると卵黄が絡めて、もっともっとすごく美味しくなるから、熱い時食べたいから、これいただきます。いただきます。早く食べないと冷めちゃうんで、麺伸びちゃうんで、ビビダ混ぜる韓国式ビビン麺、よく混ぜてくださいね。よく잘 비벼주세요. 한국말에 왜 이거 어떡하냐 이거. 잘 비벼주세요. 잘 비빈 다음에, 와 이거 너무 맛있겠다. 근데
친구요. 계속. 그래, 와. これ卵黄も今もう混ぜてるから熱々のき混ぜてるからカルボナーラみたいに少しとろみができてる。満足で満足。めっちゃ美味しいこれ。少し味を変えたい時このお酢、今は甘さしょっぱさ辛さだけなんですけど、お酢が入ると酸っぱさがもうできる。でお酢を2つぐらいこうですね。これはやみつき定期的に食べたくなる。あ、これめっちゃ美味しいなこれ。食欲がない日これ作ってみてください。本当におすすめします。僕はこれ食べるともう2倍3倍どんどん吸っちゃうから。僕は今カメラ前だからゆっくり食べてますけど、カメラからも吸っちゃいました。もしさっき作ったソースが少し多くて余った方は冷蔵庫に保管してご飯とか混ぜて食べれば美味しいんで、今日は韓国式の混ぜそば夏特集で今日やりました。皆さん暑くてもこんな美味しいものを作って食べて頑張りましょう。